こんにちは。オーストリアからピアニストのエリオンです。今日も引き続きホットな話題、ショパンコンクールについてお話をしてまいります。第19回ショパン国際ピアノコンクールファイナルステージが終わりまして、審査の結果が出ましたね。優勝第1位はアメリカのエリック・ルーさん、第2位はカナダのケビン・チェンさん、それから第3位はチャイナのツイートン・ワンさん、他受賞された方々、出場された84名の皆様、それから予備予選など本大会の前から関わられた方々、そして審査員の先生方、裏で支えられたたくさんのスタッフの方々、現地ホールや配信でお聞きになられた観客の皆様方、皆様に心より一言、大変お疲れ様でした。まだ受賞者コンサートありますけどね。はい、私が住むここオーストリアではですね、コンクールファイナルステージの審査が終わったというのに相変わらずの静まり返りっぷりです。この動画を撮影している現在21日火曜日の午後まで、今回のコンクールの結果についてラジオでは放送されていないようです。インターネットのニュースサイトで1件、エリック・ルーが優勝という内容で記事が出ていました。地元ポーランドではきっと様々な角度から報道がされていることかと推察いたします。この辺もし興味がある方はコメントなどで教えていただけますと、もしその数が多い場合はこちらでリサーチを検討してみても良いかなとは考えています。はい、結果についてですが、まずはこのクラシック音楽の世界において国際コンクール、これが存在する意義、これについて考えてみたいと思うんです。私は大きく3つあると考えていまして、1つ目は才能を可視化するための仕組み、そして2つ目は文化資本の循環の場、そして3つ目は訓練と試練の場。詳しく話してみましょう。コンクールは演奏芸術を評価できる形に変換する試みです。音楽を審査、得点でもって順位に変える、そして若い才能を発掘して世に知らしめる場でもありますよね。音楽というものを社会が共有できる価値として見えるようにするための場と言えるでしょう。それから少しね、現実的な意見を言うならば、国際コンクールはこれまでね、政治やビジネスと密接に関わってきた歴史が事実としてある中で、文化外交としても機能する一面があると私は考えています。国や自治体はもちろん、スポンサー、ピアノメーカー、それから教育機関、こんなのが複雑に絡んでいます。そして最後に出場者にとっての試練と変容の場ということです。準備期間の中で作品と向き合って演奏を極限まで磨く、順位が全てのように見えてしまう危険もありますが、芸術というのは本来数値化、これに抗うもので、点数をつけるものではないということですよね。順位は大切ですが、その過程で何を掴んだか、何を学んだか、何を得たか、これが重要になることが多いと思います。あとは競争の中でしか見えない集中とかひらめき、こんなのもきっとあるでしょう。ここで一つ余談を話すと、1980年にこのショパンコンクールの審査員を務めたマルタ・アルゲリッチさんは、コンクールの制度というのに批判的で、その年に審査員を辞退するという強い抗議行動を取ったという事実がありますよね。有名なポゴレリッチ事件と呼ばれているお話です。詳しくは今日ここでは省きますが、興味のある方は概要欄からリンクをご覧ください。と、かつて私自身も一応国際コンクールに出場させていただいた経験と、あとは私の生徒さんでコンクールに出た方をこれまで全員100%ファイナルステージ決勝までお送りいたしました立場から恐縮ですが申し上げさせていただきました。ちなみに前回の動画でお話しした今回のこのショパンコンクールで私が素敵だなと思った一次予選で初めてお聞きしたお二人ですが、結局そのうちのお一人はファイナルまで、順位をここで言うのは控えますね。そしてもうお一人は3次予選まで最終的に進まれました。で、もう一つだけちなみにですが、私の知り合い、ここオーストリアの音楽関係者さんは2次予選の時ぐらいからかな、もうね、エリック・ルー最高ともう彼の名前だけ言ってました。さてここでもう一度出場者の皆様に最大限の敬意と賛辞を、本当に心からお疲れ様でした。
した出場者さん、コンテストさん方の音楽人生はこれからです。皆さん若いですからね。コンクールがクライマックスではないですし、終わりでもありません。今回推しに出会えた方、もしくは前から推しがいらしたこんな方は、私も含めてですけれども、今後の彼らの応援をぜひともしていきましょうね。今回コンクールに出られた出場者さんの SNS やホームページ、こういった情報をまとめているブログがありますので、そちらも概要欄に貼らせていただきます。さて、ではここからは前回の動画にお寄せいただいたコメントからいくつか回答をしていきたいと思います。まずは順番変更についてのお話ですね。これ私も後から知ったんですが、会期中に演奏者の順番変更があったようですね。それについてこのようなコメントがありました。一部の参加者のために演奏順を変更するなど、本当にコンクールなのかと感じています。その理由も公式には体調不良のためとだけ。順位をつけないリサイタルならまだしも、順位をつけるコンクールでもこのようなことは音楽業界では常識なのでしょうか。入社就活、スポーツ選手の選考などでは特段の理由がない限り許されないことです。とのことでした。はい、これについてはですね、私はその他のジャンル分野については分かりませんが、クラシック音楽のコンクール、それも今回のショパンコンクールのような大きな国際コンクールの場においても、このね、順番変更というのは割とあること、あり得ることとして、業界内でも認知されているのではないでしょうか。というのが私の感覚です。ちょっとね、今ここで紹介できるような実例が少ないんですが、挙げると、前回2019年のチャイコフスキー国際コンクールで木管楽器の出場者さんの演奏スケジュールが2日後に変更になったという記録を見つけました。このチャイコフスキーコンクールもそうですが、あとはバーンクライバーン国際ピアノコンクール、この規定でも演奏の順番は特別な事情、事故や病気、その他特別な事情ですよねにより関係者の裁量で変更される場合があるということが明記されています。それから前回の動画で取り上げさせていただいた審査員ヤブオンスキ先生のご発言についてはコメントで思ったより否定より懐疑的なものが多くてですね、これは多少は予想していたものの想定よりは多かったというのが私的に意外でしたので、 YouTube を通じて広いご視聴者さんの層の中から様々な角度での意見を聞けて、私自身勉強になりました。ありがとうございます。で、これについて私がお話しできることがあるとするなら、実は当のショパン自身が言っていたとされることにですね、ヤボンスキー先生が忠実でいらっしゃるから今回あのようなご発言になられたのではないかと私は拝察しているんです。弟子から見たショパンというショパンについて研究した専門書があるんですが、私も持っていて実物は今日本にありますが大変信頼できる書物です。その中にショパンの直系の弟子であるミクリやコチャルスキー、ミハオフスキによる証言や、あとはショパン研究の権威の方々によるショパンはこう弾いた、ショパンはこう言った、ショパンはこう教えたといった内容が詰まっています。それを読むというかピアノを多少専門的に学んだ立場であれば、今回のヤボンスキー先生のインタビューはそうだよねという言ってしまえば業界内では理解できる、そんなお話だったのではないかと私は捉えています。それから皆さん、ヤブオンスキー先生の演奏聞いたことありますか？先生がどんな演奏されるかご存知ですか？まだの方はね、ぜひ聞いていただきたい。今お話しした研究所と一緒に概要欄に掲載可能なリンクを貼っておきますね。ヤブオンスキー先生自身、過去にショパンコンクールで第3位を受賞されています。私はこれまでね、コンクールの審査というものに携わらずここに登場しましたが、もちろん機会をいただければ経験させていただきたいとは思っていますが、審査員って大変
です。出場者の人生、歴史を変えるかもしれない責任ある決断を任される身で、朝から晩まで毎日ホールに箱詰めで審査をなさる。でもってそれは全方位からの生中継の場で、一瞬たりと観客のように居眠りなどもできませんし、ステージや走者を選んで見る、聞く、こういうこともできずに、全てのラウンド、全ての演奏、これを全部聞くわけですよね。このように当たり前ですけれども、立場が違いますし、知識、技術、感性、経験、全てにおいてふさわしい方がきっと審査員として選ばれているはずです。その意味で審査をされた先生方には心からの敬意を表したいと思います。はい、以上またまた断片的にですが、今回のショパン国際ピアノコンクールについてお話しさせていただきました。皆さんはショパンコンクールどのようにご覧になりましたか？また結果を受けてどのように感じられましたか？コンクール自体はこれからまだ受賞者コンサートがありますので、最後まで楽しみましょう。グッドボタンやコメント大変嬉しく励みになりますので、いつでもお待ちしております。このチャンネルではこれからもクラシック音楽の本場ヨーロッパ、オーストリアから演奏に役立つ情報やアドバイス、演奏、それから現地の様子などをお届けしてまいります。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。